地方の引きこもり事情ってどうなんですか？はい、全部たらい回しになってですね、結局は相談する場所ないじゃん。より深刻なのは地方かな。エアガンで撃たれたことも本当にありますし、お母さんが被害者になってもう20発ぐらいぶん殴られたりとかして、正論が要するに通じないんですよね。オンラインだけでも解決する事例はあります。杉浦さん、はい。僕は地方出身なんです。はいはい。JADA は地方の引きこもりの受け入れをしてるんですか？もちろんです。関東と地方の割合はどうなんですか5対5ですね。地方の引きこもり事情ってどうなんですか？はい、相談する場所がですね、そもそもないのと、あと皆さんね、地方行かれたことあるかもしれないんですけど、相談しようと思ってもですね、実は知れ渡ってしまう。じゃあ人間関係が濃くてですね、匿名でですね相談できるような体制がなかったり、あるいはそもそものインフラでですね、そこの村や市がですね、そういう引きこもりの支援というのがなくて、じゃあ県のなんとかっていう本部に行ってくれとかって全部たらい回しになってですね、挙句の果てに結局は相談する場所ないじゃんってなって、私どもの方に連絡が来る方が多いです。今日ゲストで来ていただいている大倉さんは地方の方も担当されているということなんですか？そうです。はい、大倉さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大倉さん、どういう経緯で JADA に入ったんですか？はい、私ももともと引きこもりで、そこから23の時に、大学進学で東京に出てきて、教育関係の仕事に就きたいなと思って、そこで高校中退っていう杉浦の本と出会って、連絡を取らせていただいて、そこからなんで大体もう12、3年一緒に、働かせていただいてます。件数だと大体500件以上の相談を受けてきております。相談員になります。よろしくお願いします。お願いします。引きこもりの形としては東京と地方って何か違ったりするんですか？より深刻なのは地方かなとは思います。やっぱり僕も経験したんで分かるんですけど、やっぱ人の数が違うんで目立つとにかく目立つっていうのがあって、抜け出そうと思ってなんかチャレンジする時に人が多いと別に紛れてなんかやれちゃうけど、あの子なんかやり始めたんだみたいなになっちゃうんで、どうしても、思い切って場所を変えるっていう方法も本当に一つ方法。大倉さん、場所変えたんですか？場所を変えた、そうですね。もう東京に出てきてっていうことをやったんで。実際に相談を受けてでどういう人が多かったりするんですか？はい、地方出身の方のご相談の特徴はすごくやっぱり、切羽詰まってるというか、もう相談できるとこがないんで助けてくださいっていう形でご相談来られる方が非常に多いです。じゃあ最初その相談にはどういうふうな対応をするんですか？やっぱり距離的な問題があるので、なるべくその最初の相談で状況の方を素早く確認して、その場でアドバイスできるところも具体的にすぐ変えれるところはここですっていう話をして、なんか一つでも持って帰ってもらえるように、相談をしてます。実際に現場に行くのか、オンラインでもできることなのかなと思うんですけど、それはどちらですか？どうしても難しいというか、現場に行って介入しないと難しい場合は実際に行ったりしたこともあるんですけど、その方も提案させていただくということは可能です。ほとんど私のオンラインで答えを出してるんですよ。このやり方でやれば9割解決できてるんですけど、やっぱり中にはですね、ご家庭でこう消化しきれなくてお父さんとお母さんの意見が合わなかったりとかするので、すり合わせに時間がかかる。それでちょっと時間がかかることはありますけども、オンラインだけでも解決する事例はあります。ただ大倉がなんつうかアウトリーチしなきゃいけない部分もあって、もう家庭内暴力があったんですよ。例えばですね、そこんちはですね、そうするとお母さんが被害者になってもう20発ぐらいぶん殴られたりとかして、これじゃ話さなきゃいけないって。だからお父さんお母さんに、いやもう今はねちょっと東京の方に来てうちで預かりますよっていうようなコーチングをして、やり方自体は良かったんですけど、年単位で引きこもった事例だとですね、どうしてもお子さん自体が情緒不安定になっちゃってですね、正論が要するに通じないんですよね。そうした時にやっぱり一旦ちょっとこう冷静に引き離すっていうことをですね提案する。そして大倉にですね、じゃあちょっと家庭訪問してちょっと見に行ってきてっていうような形で、親の言ってることと本人の希望とどうなってるのかっていうのを僕もちゃんとこう見てですね、また親に対してこれこういうことをやった方がいいですよっていうことまでコーチングしてるわけなんです。大倉さん、行った時ってどんなことをされるんですか？まず最初
に関しては剣もほろろは当たり前ですね。過去の例で言うと、普通にエアガンで撃たれたことも本当にありますし、当たったら怪我するものぶん投げられたりとかっていうのももちろん経験としてはありますけど、それでも諦めずに行くというか、話をしに行くっていうのをやっていくと、お互い人間対人間なので、心は開いてくれると信じて、開いてくれるまで行くみたいな感じですかね。じゃあ大倉さんはじゃあどういうケアをされるんですか？実際に訪問支援の具体的な話なんですが、まず部屋に閉じこもってる子に対してはドアを開ける開けないとかっていう部分があるんですけど、そこもご両親と話し合いを実際に丁寧に行って、実際にドアを開けることもありますし、ドアの前で30分40分ただひたすら話しかける。結構大きな声で話していると聞いてくれてることの方がかなり多いです。もちろんリビングまで降りてきてもらうのが一番いいんですけど、そうじゃない場合はそこまで話をして、実際にコミュニケーションが取れるまで行きます。で実際に行った後はどうするの？まず仲良くなります。で共通の趣味であったり話が盛り上がること、本当に何でもいいんですけど、食べ物でもいいしゲームでもいいしっていうのでちゃんと雑談できるぐらいになってから、ちゃんと次どうするっていう話を具体的にしていきますね。そこで結構厳しいことを言ったりとかすることもあります。嫌われる覚悟を持って言うって感じですかね。この期間までにこういう選択肢かこういう選択肢があるんだけど、これは決めようみたいな、もうかなり具体的なところまで提示して、それは保護者とももちろん共通理解を持って、こういうやり方でやりますねっていう話し合いを交互に本人と話す、保護者と話す、順番に進めていく感じです。それを訪問支援でやる。厳しいことっていうのは例えばどういうことを言うんですか？そうですね、例えば勉強したくない、進学したくないっていう子に対しては、いや現状けどそれあなた働く能力もないじゃんみたいなそれだったら進学した方がいいでしょっていう話とかですね。いや話してるけど働く経験もないし部活やってないしかったから体力もないじゃんとか、そういう現実的にじゃあこっちの方が向いてんじゃないっていう話をして、じゃあ勉強したくないって言うけどあなた実は今まで小学校受験やって結果出してるからそっちの方が向いてんじゃないとか、そういう話をして、それでもいや俺は働きたいって言ったらじゃあやればいいじゃん、じゃあ具体的にじゃあいつまでに履歴書書いて申し込んどいてねとか、次やる行動の宿題を出したりとかまでしますね。その後の選択肢ってどういうものがあるんですか？はい、実際にお住まいのところで進学だったり就職だったり、就職までいかなくてもちゃんとアルバイトを始めるだったり、何か行動とか変化が起きれば僕はそれでいいと思ってるんですけど、どうしても状況的に家を離れた方がいいっていう場合は東京に呼び寄せることもあります。はい、東京に呼び寄せるってどういう意味なんですか？こちらに学生が住める寮があるので、そこに、引っ越してもらって、そこで生活を立て直したり次の目標に向かって動き出してもらうということを、密着型じゃないですけど実際に寮にこちらも何回も訪問したりとか本人と話をしながら進めていくっていう形です。じゃあ杉田さん地方の方へのメッセージをお願いします。悩んでるお父さんお母さん、もう地方ではですね本当にね相談しづらいところいっぱいあると思いますし、距離的にもですね足が向かないと思うんですよ。まずはですね私どもJADAの方は無料で30分相談を行っております。それでもしねこの人だったら娘や息子のことについて一緒になりたい、伴走したいって思われる方がいらっしゃいましたらですね、概要欄にですねこの無料相談のリンク先も貼っておきますので、お気軽にクリックしていただければ幸いでございます。チャンネル登録もどこのチャンネルか分かんなくなっちゃう前にですねポチッと押していただければ幸いです。よろしくお願いいたします。